こんにちは、こんばんは。はるけです。今回は女子選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。こちらのティアリストはですね、女子選手限定ということになってます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが女子選手の最新版のティアリストになってます。前回からだとライブ TOTS ですかねの選手たちを新しく加えて大きく更新をしてます。まずは D ですね。D はですね、こちら下げた選手多くいますね。ショーダウンのパースだったりとか、RTTK のフート、あとはチャンウィンガですね。またトリプルスレッドですかね。SBC で、着ていたネビルなんかもここに下げてます。で、ファンタジー FC のスタークなんかはアップグレをされたんですけれども、特に変わらず、ここということになってます。特に D に追加した選手はいないというふうなことですね。そして続いては C ですね。C はですね、こちらも下げた選手何名か、いますかね。SBC で着ていた TOTY 特別賞のデビーニャだったりとか、あとは目標で来てたフューチャースターのビルヒャル・ムズ・ドッテル、あとは同じくフューチャースターのクンダ・ナンジだったりとか SBC で、着ていたヘンプですね。またバーサスのマルタだったりサンダースラグカトとなんかをここに、下げてますね。でまたファンタジー FC かなでアップグレードプラス1でしたけれども、目標できたエイサギーレ、なんかも特に変わらず、ここになってます。で、新選手の追加と、してはですね、ライブ TOTS の選手たちになりますね。アルバーだったり、ターランドと、あとはウィーバーですかね。この3選手新しく追加をしてます。まずはアルバーですね。やっぱり新選手、やっぱりライブ TOTS とかで全然使える選手にはなってますし、普通にこう 3CM の一角とかでは使いようはあるかなっていう風な選手ですね。アタッカーとしてよりかは、やっぱ中盤起用の方がいいんじゃないかなという風には思います。で、決定力もね、案外ありますし、スキルも5っていうのも素晴らしいですし、ペースも90ね、ありますので、普通に全然ありっていう風な選手になります。あとはね、今週はあんまり入らないかなっていう感じなんですけど、ロングパスのプラスが、でかいので、振り分けながら攻撃にもね、出ていけるっていう風な選手になりますので、全然ありかな。普通におすすめかな。スタメン級に入れようかどうか迷ったんですけど、ただ、でもそこまでの選手ではないかなっていう風なところで、ここにしてます。で、そして続いて、ターランドですね。ターランドもね、全然ありで、女子選手の中では、割とやれるっていう風な選手、さすが S のカードっていう風な感じになりますね。ただ、理不尽さっていうのはあんまり前線の選手としてないですし、この人も今週のプラスついてるけど、やっぱカーブ値が低いっていうのが少し残念なポイントではありますね。ただ、ペース速いですし、軽さっていうのもある程度あって、使用感は全然悪くはない。ただ、フィジカルの強さっていうのが、ほどはないので、触られないように、頑張ってドリブルするだったりとか、はたいたりとか、するのがいいかなというふうには思いますね。かなり当たりやすい選手にはなってますので、当たった方はスパサブとしてだったら全然ありだと思いますね。で、そして続いてウィーバーですね。この選手が、そうですね、C ランクの中では一番強いかなっていうぐらいの選手で、結構 B に入れようか迷った選手になりますね。スキル5でラピッドのプラス持っていて、単純なスピードっていうのもある程度速くって、で、ドリブルもね、全然軽くって、シュートもね、決めれるっていう風な選手になってますし、あとはね、フィジカルもちょっと強いっていう風な感じなんで、なかなかありかなっていう風な選手になりますね。プレイスタイルの白のね、やつが豊富なだけに、プラスでパワーシュートじゃなければっていう風な感じで、パワーシュート、ここが今週だったりとか、あとはクロスのプラス、テクニカルのプラスとか、クイックステップのプラスとかだったら、よりね、良かったなって思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、こちらも下げた選手何名かいますね。TOTY 特別賞のディアニだったりとか、あとはピナですね。SBC フューチャースタで来たピナだったり、バースデーのマピレオンだったりとか、で、あとはフューチャースターアイコンかなのスミスなんかもここに下げてますし、SBC で来ましたスコットかなもう90になったんですけれども下げて、ます。で、またアップグレード
としてもマルテンスだったりとか、ミエデマ、あとはケスラーもかな、あとレイテンもか、が、それぞれアップグレードをされて、ブロンズも結構アップグレードされているという風なことになってますね。レイテンに関しては92に、今後なる予定、ですね。で、新選手としては、こちらもライブ TOTS の選手だったりとか、あとは今回ゴラストヒーローの選手も入れてますね。SBC で来ましたラミレスだったり、あとアレキサンドリだったり、またゴラストアイコンですかね、のプリンツなんかをここに新選手として入れてます。まずは SBC で来ましたラミレスですね。ラミレスはね、この人もね、ちょっと迷った選手ですね。A に入れようかどうか迷った。ただ、プレイスタイルプラス3つなんだけど、もうちょっといいプレイスタイルプラスはあったんじゃないかっていう風にも思いますね。それこそ、シールドのプラスはまあまあいいとして、テクニカルのプラスと、あとはクイックステップのプラスとか、だったら、44でも本当に上げていた選手になりますね。普通に能力高くていいんです。普通に全然強い選手になるんですけど、ただ、やっぱりね、スキル5あったらなって思うシーンはありますし、軽くて速くて扱いはしやすい選手にはなるんですけど、だんだん使われていかなくなっていってしまうのかなっていう風な感じはすごくしたんで、A に入れるほどではないかな。代わりはいる。でも全然スタメンに入っててもおかしくはないっていう風な感じでここに入れてます。で、そして続いてはアレキサンドリですね。アレクサンドリかなになってます。ライブ TOTS ということでね、能力非常に高くなってますし、プレイサルプラスね、3つついてるっていう風なことは、すごくいいのかなと思います。ただセンターバックとして身長の低さっていうのを能力の部分だったりとか、プレイサルプラスで補えるかっていう風な選手になりますね。十分、全然やれる選手にはなってます。ただやっぱりね、個人的には、でかい方がいいなーって思うシーンはたくさんありますね。この人がでかかったら、かなり強かっただろうなっていう風には思いますし、女子選手の中では全然いけるスタメン級ではあるんですけど、やっぱ男子選手入ってくるとちょっと評価をしてしまうかなっていうぐらいの、選手にはなりますね。ただ能力高いですし、ちゃんと取ってくれるときは取ってくれるし、あとは低身長だからこそ取った後の軽さだったりとかもある程度ある選手で、パスもね上手くて逆足も4なんで、あとその守備のグリッと取り切るっていう風なところ以外はですね、かなりねいい選手にはなってます。そして続いてはプリンツですね。ゴラッソアイコンで強化をされました。もちろんゴラッソアイコンで化けたというか、かなり強化をされた方の選手だと思います。ただね、この人のプレイスタイルプラス2つどっちも自分的にはあんまりいらない、プリンツにしてはいらないっていう風な感じなんで、なんかこうあんまりプレイスタイルプラス感がないというか、そこでアドバンテージはあまり取れていないのかなっていう風には思います。で、プリンツもそれこそ悪くはないというか、合う人はねすごく合う選手だと思うんですけど、ラミレスの方が使いやすいと思います。どうしてもプリンツは重たさがあって90分で見るとちょっとって思うシーンはなくはないですね。ただ決定力すごく高かったりとかしますし、若干ケインとかに似てんのかな、そっちのタイプにはなるかと思います。なのでデカめな選手、ちょっと重さがあってもいいよっていう方は使いこなせるというふうには思います。ただこの人も女子選手の中で B っていう風なぐらいで、男子選手でもうちょっと使いやすい、軽くて強いっていう風な選手はいるっていう風な感じになってますね。そして続いては A ですね。A はですね、こちらも下げた選手何名かいますね。かなり迷いましたが、TOTY アイコンの澤さん、だったりとか、あとはですね、TOTY のサムカーだったり、あとはですね、キャシャビーかなも下げてますし、ポップも、下げました。またファンタジー FC の選手たちですね、マイリー、あとはケリー、ジェイゼ、スタンウェイ、ここら辺の選手を新しく更新をしてます。能力上がりましたね。で、スタンウェイは前回から能力が上がって、ランクも一緒に上がったというふうなことですね。またヒーローのボンパストルなんかもプラス1かな押されてここに入ってます。で、新選手としてはですね、サントスですね、ライブ TOTS のサントスをここに入れました。値段はね、14、5万ぐらいなんですけれども、非常に優秀な選手になってます。普通に強いなっていう風に思いますね。攻守にわたって軽くて速くて55っていう風な選手にはなりますので、結構おすすめに
なってます。今週プラスついてはいるんですけど、カーブ値ちょっと低いですね。ただロングシュートがね結構いいんで、遠目からの今週たまに入るときはあるっていう風な選手になってます。バンバン入るってほどではなかったかな、っていう風に思いますね。ただ逆足号でもシュートパス、行えますし、細かさのドリブルの中にスキル号もね、ありますので、非常に素晴らしいなという風に思います。テクニカルもついてますんでね、テクニカルで運んでいくっていうのも全然できるっていう風な選手で、ちょっと C もできますんで、プラス2がこれで楽しみな選手になってますね。そして続いては S ですね。S はですね、こちら前回とは特に変わらず新選手の追加はないという風なことになってますね。先ほど言った TOTY とか、あとは TOTY アイコンだったりとかの選手を下げて、残った、これらの選手が S という風なことになってます。こちらがですね、女子選手の最新版のティアリストになってます。少しも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。